こんにちは、青22号です。青島の45分の1電気機関車 EF66 後期型を作っています。今回はまず台枠の塗装から進めていきます。台枠はまだ全てのパーツを取り付けたわけではありませんが、この辺りで塗装していくことにします。まずはサーフェーサーを塗っています。いつもだとクレオスの1500などの粒子が細かいものを使っていましたが、今回は少し番手を下げた1200を使っています。表面にはそれほど細かいディテールがあるわけではないので、細かな傷などを埋めてもらうことを優先して今回は1200を使っています。サーフェーサーが乾いたら黒を塗っていきます。艶消しのサーフェーサーの上から光沢の黒を塗ることで、若干グロス加減が落ちたセミグロスブラックのような状態になることを狙っています。台枠は結構大きいパーツなので塗装する面積も広くなっています。カーモデルのボディなどの表面積が大きいものを塗るときは希釈を薄めにしたりするものですが、今回は濃いめに希釈しています。これは塗装を1回で終わらせたいからです。今回はカーモデルのように美しく仕上げる必要は必ずしもないので、それよりも塗り残しがないことを優先しています。一度に広い面積を塗るのではなく、塗装するエリアを細かく区切って一つ塗りつぶしたら次へという感じで進めていきます。形状がやや複雑なので、一度に広い面積を塗ろうとすると塗り残しをしがちになるからです。一方でパンタグラフを塗装していきます。すでに黒サーフェーサーを塗ってありましたが、さらに EX ブラックを塗って表面を光沢にします。これは次に塗るシルバーの下地となります。サーフェーサーの上から塗っているので完全な光沢表面にはならないかもしれませんが、多少なりとも違いは出てくるはずです。黒が乾いたらシルバーを塗っていきます。塗装している時は表面の状態に注意します。エアブラシとの距離が異なる複数のものを同時に塗ることになるからです。パンタグラフのアームを塗っている時に同時にベースの部分なども塗られていきます。これらはエアブラシからの距離が微妙に異なることになるので、どちらか片方に塗料がつきすぎてドボドボになったり、逆につかなすぎて砂吹きになったりしないように、常に表面全体の様子に注意しながら塗っていくようにします。足回りの細かいパーツなど黒で塗るパーツを塗っていきます。実は一部黒を塗り直しています。最初はサーフェーサーを塗らずに直接黒を塗り進めていたのですが、やはり黒の成型色の上から黒を塗っていくというのはどこまで塗ったかが分かりにくくなります。特にこのキットのようなパーツ数がとても多い場合、複数回に分けて黒を塗っていくことになるので、何日か経つとどこまで塗ったか把握しきれなくなります。というわけで、完成後よく見えるパーツを重点的にグレーのサーフェーサーから改めて塗って黒を塗り直しています。ちなみにサーフェーサーはクレオスのグレー1200を使っています。ノーズに取り付ける特急マークもサーフェーサーを塗った後黒を塗っていきます。これは次に塗る金色の下地となります。車輪に取り付けるギアを塗っています。ここは説明書では特に金色などで塗る指示はありませんが、ガイアノーツのスターブライトブラスを塗って少し変化をつけてみることにします。この部分は完成後はカバーに覆われるので全く見えなくなる部分だったりします。というわけで上からスターブライトゴールドを塗っていきます。先ほど塗ったスターブライトブラスという色が思ったより青みが強く、イメージしていた色と少し違う気がしたのでゴールドで塗り直すことにしました。ちなみにここは完成後は見えなくなる部分です。特急マークも同時に塗っていきます。説明書ではクレオスの9番ゴールドを塗る指定になっていますが、スターブライトゴールドを塗っています。同じゴールドでもメーカーや銘柄によって微妙に色味が違うので、使い分けるようにすると表現に幅を出せるようになります。車輪をシルバーで塗っていきます。ここもやはりあらかじめ EX ブラックを塗ってあります。シルバーは表と裏の両方に塗っていきますが、片面ずつ塗っています。映像はすでに裏を塗り終えている状態です。割り箸に固定するときはいつも両面テープを使っていますが、シルバーを塗った面に両面テープを貼ると
塗膜がダメージを受けることがあるので、マスキングテープを丸めたもので固定しています。車輪に関するパーツの塗装が完了したので、組み立てていくことにします。シルバーの車輪に黒いパーツを取り付けます。説明書では黒いパーツと車輪は接着しないことになっていて、車輪両面から挟む黒いパーツ同士だけを接着することになっています。これは実車の構造を尊重しているからだと思うのですが、模型的にはあまり結果は変わらないので、シルバーの車輪に直接接着しています。接着はゴム系接着剤の G クリアを使っています。パーツはすべて塗装した面同士を接着することになるので、プラモデル用の接着剤ではあまりくっつかない上に、少しでもはみ出ると塗膜が溶けて仕上がりが汚くなります。またパーツの精度的にも押し出しピンの跡が残っていて干渉したりするので、それほどぴったりと合わさるわけではないので、それ自体に多少かさのある G クリアの方がくっつきやすいと思います。すでに組み立ててあったモーター部分に車輪を取り付けていきます。車輪は左右で違うものを使うので注意します。車軸の出っ張りと車輪の溝を合わせながら差し込みます。左右の車輪が平行になるように取り付ける必要がありますが、それはとても難しいので接着はしないことにします。意外と軸の奥まで差し込む必要があるので注意します。この差し込み加減が不十分だと、後々台車に装着した時にブレーキの引き棒などに干渉することになります。中間の台車を組み立てていきます。軸箱を支えるバネを入れていきます。軸箱1つにつき2つのバネを入れていきます。ちなみにこのバネはただの飾りで、実際に重量を支えたりしているわけではありません。さらに言うと、完成後は完全に隠れてしまうので、あってもなくてもどちらでもいいようなパーツだったりします。また台車側にある軸箱を差し込む棒のような部分は、説明書ではシルバーで塗る指示になっていますが、ここもやはり完成後は軸箱の中に完全に収まってしまって見えなくなってしまうので、シルバーの塗装は省略しています。続いて両端の台車を組み立てていきます。中央の台車と両端の台車とでは、組み込む軸箱やモーターのダクトの形状が異なるので注意します。モーターのダクトの形状は3種類ありますが、形状が似ているので説明書でよく確かめた方が無難です。軸箱についても部品がいつでも外れる状態で作業を進めることになるので、左右を間違えてはめたりしていないか常に確認する必要があると言えます。車輪を6軸とも全て台車にはめ込んだ時点で再度確認します。軸箱を外れなくする B39 のパーツを接着するまでは何度でもやり直すことができるからです。台車にはこれ以外にもまだまだ取り付けるパーツがいくつかありますが、それはまた後日進めていくことにします。ご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。青22号でした。